皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、女性トレーニー応援シリーズ第1弾ということで、女性の視聴者さん向けに動画を撮っています。僕の視聴者さんって9割5分が男性なんですね。で、そういうデータが出てて、だからこういう女性向けの動画ってなかなかちょっと躊躇してたんですよ。動画撮るのに。なので、女性向けの動画ってちょっと需要ないんじゃないかなって思ってたんですよ。でも女性の方からコメントいただきまして、女性向けの動画も出してほしいということだったので、ね、そういう人が一人でもいるのであれば撮っていきたいなというふうに思って今日は動画を撮っています。今日のテーマは女性の、骨粗鬆症のリスクについて、解説していきたいと思います。一般的に女性は年齢が上がってくるとホルモンのバランスの関係で骨が弱くなりやすい骨粗鬆症になりやすい性質を持っています。で、当然これは運動だったり食生活いろんなものが組み合わさって起こるものなんですが、日本でのやっぱり骨粗鬆症のケースでアメリカと比べるとかなり多いなっていうふうに感じています。骨が弱くなるとどういうことが起きるかっていうと、例えばつまずいた時にどこかに転ばないように手をついた際に手を骨折してしまったり、やっぱり筋肉も弱まっているとパッて手も出なかったりするんですね。でそのまま倒れてどこかを骨折してしまうっていうリスクが高くなってしまいます。でやっぱりそうやって怪我をしてしまうと運動したり外に出る機会も減ってしまうので、またその筋肉がもっと弱くなったり骨がもっと弱くなる悪循環に陥ってしまうっていうリスクがあります。日本だと妊娠して出産する際に当然生きんで子供を押し出すわけじゃないですか。その時に骨折してしまうケースがあると。そうなんです。これってなんでこういうことが起こるかっていうと、そもそも骨の強度がその出産に耐えうるだけの強度を持っていないっていうことなんですね。これは食生活、運動、いろんなものが関わってくるんですが、日本だとそういうケースが多いと聞きます。で、僕のクライアントってアメリカ人なんですけど、その人たちにちょっと聞いてみたんですよ。アメリカってどうなのっていう、日本だとやっぱこういうケースが多いっていうふうに今言われてて、アメリカって実際どうっていうふうに聞いたら、いや、聞いたことないと。骨粗鬆症っていうのはアメリカでもあって、僕もアメリカ人のお客さん何人も見てるんですけど、それとは別にその出産時に骨折してしまうみたいなのはあんまり聞いたことがないというふうに言うんですね。あ、なるほどと思ったんですよ。で、僕がアメリカに行った時に一番最初に驚いたのが、その女性トレーニーたちがしっかりとウェイトトレーニングやるんですよ。日本でもだんだんそのフィットネスが盛んになってきて、トレッドミルとかバイクだけジムに漕ぎに来るみたいなのって減ったのかなというふうには思うんですが、アメリカに行ってびっくりしたのが、もう女性トレーニーたちがフリーウェイトエリアにいて、僕ら男性と同じようなトレーニングをガンガンガシガシやってるんですよ。これ見た時に、やっぱ違うなっていうふうに思いましたよね。やっぱり日本だとなかなかね、フリーウェイトエリアに入っていってトレーニングするのがちょっと気が引けるっていうところが、まだ少しあるのかなって思うんですが、アメリカは違いましたね。もうガンガンやってますし、僕と同じぐらいの重量でやってる女性なんかもいるんですよ。びっくりしちゃうことに。だから僕も張り合いが出て、もっと頑張らなきゃいけないなっていうふうには思うんですが、それぐらい女性のウェイトトレーニングですね、に対する意識っていうのはものすごく高いです。安直にそのウェイトトレーニングをしっかりやっているから、アメリカでは骨粗鬆症のリスクが低いと結論付けたくはないんですが、少なからず影響はあるかなというふうに考えています。で、骨粗鬆症ってどういうふうに起こるかっていうと、当然女性の年齢が上がっていくにつれて、やっぱホルモンバランスが変わってくるので、その影響が一番大きいんですが、やっぱり骨に対して筋肉に対して負荷をかけるっていう習慣がないと、筋肉っていうのはどんどん弱くなっていきます。で、僕らの体って30歳までは筋肉量って落ちないんですよね。右肩が上がりか、それか減らずに
こう維持しているような状態なんですけど、30歳を超えるともう右肩下がりです。運動とかトレーニングを意識的に自分でしてなければ、筋肉量っていうのは一日一日落ちていくような状態になっています。なのでトレーニングっていうのはすごく大事だよねっていうのはアメリカではかなり浸透しています。やっぱりここに関しては女性に限らず男性も女性もしっかりと負荷をかけたトレーニング、レジスタンストレーニングですね。それをしていくことが骨、筋肉を強く健康に保つには必要だよねっていうのはもうアメリカでは一般常識になっています。はい。じゃあ僕のお客さんたち、骨粗鬆症を患っているお客さんたちにはどういうふうにアプローチしているかっていうと、一番はもしご自身でやられるのであれば、一番はマシンを使ったトレーニング。マシンを使ったレジスタンストレーニングが一番安全ですし、しっかりと負荷をかけていけるので、僕はマシンをお勧めします。で、その人のステージですね、その状態にもよるので、一概には言えないんですが、僕はそこに、ビッグ3も取り入れながらやっていきます。なんでビッグ3をやるかっていうと、やっぱり一番重量を扱えるのってこの3つになってくるんですけど、当然動きが複雑で難しいので、しっかりとトレーナーさんをつけてるのであれば、ビッグ3をうまく取り入れて、しっかり骨、筋肉に重さを、負荷をかけていくことができる種目になってくるので、うまく使う分にはビッグ3もかなり有効です。でもやっぱりメインは、僕はマシンを使ったレジスタンストレーニングでしっかりと重量を扱っていくってことが、一番安全で怪我なくリスクを減らした上で、骨筋肉に負荷を与えていける種目になってくるのかなというふうに思うので、もしご自身でやられるのであれば、ジムにあるマシンでしっかりと重量を伸ばしていく。重い重量をやっていく。だから高レップってよりかは、中低レップでしっかりとこの骨にかかる圧を高めていきたいので、マシンってやっぱり一番安全な、トレーニングになってくるんですね。可動域とか軌道とかも一定になっているので、怪我のリスクっていうのは間違いなく低くトレーニングができるものになってくるので、自分でやられる方はマシンベースでやっていくのがいいのかなというふうに思いますし、トレーナーさんをしっかりつけて、フォームを確認できる状態であれば、ビッグ3はすごく有効になってくるので、やっぱりあれ以上体にこの負荷、体に、重量をかけていける種目っていうのは、やっぱり他にはないものだと思うので、安全に行える環境なのであれば、ビッグ3をうまく取り入れていくっていう形になりますね。じゃあ逆にどういうものは避けた方がいいのかっていうと、日本ではあんまり馴染みがないかなと思うんですけど、アメリカだとやっぱクロスフィットって盛んなんですよね。イメージつく方、知ってる方はいらっしゃるかなと思うんですが、クロスフィット系のトレーニングは僕は、お勧めしないですね。ジャンプ系だったり、スナッチとか、かなり、複雑で強度の高い動きになってくるので、もともとそういう骨粗鬆症の可能性があるだったり、骨粗鬆症であるっていうふうにも言われてるのであれば、やはりそういったちょっとトリッキーな動きですね。で、しかも重量も扱ってのトリッキーな動きになってくるので、僕はちょっとこれはちょっと避けたいなっていうふうに思います。なんでかというと、骨だけじゃなくて関節の部分もやっぱり他の方に比べて弱くなっているので、ちょっと刺激が過度すぎるかなっていうふうに僕は思いますね。で、別にこの骨粗鬆症の方に限らず、クロスフィットによる、怪我の事例ってアメリカでめちゃくちゃ多いんですよね。僕が DC で働いてる時なんかは、やっぱりよく聞きました。クロスフィットジムに行って怪我しちゃって、で、もう怪我したくないからっていうので、うちのジムに移って来られる方も多くて、でも実際に本当に怪我の事例がやっぱり多いんですね。別に骨に異常がない人でも、若い人でもやっぱり一番怪我のリスクが多いトレーニング、ジムのカテゴリーになってくるので、クロスフィットはちょっと避けたいかなっていうふうに思いますね。あとやっぱりジャンプ系とか、そういう系も僕は、基本的に避けます。ジャンプもすごく負荷をかけれていいトレーニングなんですが、骨が脆くなっている方、骨が弱くなっている方、関節が弱くなっている方に関しては、少し安全性に僕は欠けるかなと思うので、クロスフィット系のトレーニングとジャンプ系のトレーニングは僕は避けてます。
ので、やっぱり先ほども言った通り、安全に行えるのはやっぱりマシンなので、マシンでしっかりと重量を扱って、10回以下のレップ数でやっていくことを僕はお勧めしてます。で、その筋肉も骨に関しても、年齢関係なくトレーニングを始めればまた強くしていけるんですよね。これがやっぱりそのトレーニングのすごく魅力的な部分なんですよね。本当に年齢でなんか遅いとかっていうのはないんですよ。始めたらその始めた日からどんどん良くなっていけるものなので、ね、なるべくその若い年齢のうちにそのトレーニングの重要性に気づける人はその方がいいですし、もう私には遅いかなとかって思ってる方もいらっしゃるかなというふうには思うんですが、全然遅くはないです。今始めれば明日、明後日どんどん良くなっていけるので、本当はこのレジスタンストレーニングに関しては年齢が上がった方こそ必要になってくるんですね。20代のうちなんて自分に通わなくても筋肉落ちないですし、健康被害って出てこないんですけど、やっぱり30、40、50ってこう年齢が上がるにつれて、やっぱり骨、筋肉がどんどん弱くなってきてしまうので、僕はこの年齢が上がってきてる方こそジムに行ってマシンでしっかり鍛えるっていう習慣をつけていただくことが大事になってくるかなというふうに思います。これは僕過去の動画でも話してたんですけど、僕がフロリダにいた時は最高齢の男性が96歳。で、奥さんも90歳ぐらいで、毎日2人で手つないで杖ついてくるんですよ、ジムに。で、マシンのトレーニング一通りやっていくんですね。それを見た時に、まあ、日本ではこの光景ちょっと見ないよなっていう光景だったので、やっぱりもうちょっと年齢が上がってきた方も、女性の方もしっかりとそのトレーニングってやった方がいいよねじゃなくて、必要不可欠な要素として捉えていただきたいなっていうふうに思います。今日の動画は以上です。